今日は雨だな。さあ交換したか。こっちも断熱材貼ったか。はい、おはようございます。今日はですね、あいにくの雨模様でございます。今日やることはこっちのサッシを撤去して、壁を塞ごうという予定だったのですが、ちょっと雨なので、もうちょっとしたら止むような天気予報なんで、止んだら交換して、止まなければ、長野前回こちらのサッシですね、交換した部分の、窓枠を作っていこうと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人月はい、ということでですね、外は雨、小雨にはなってきてるんでございますが、まだちょっとね、雨が降っているので、今窓枠を撤去するわけにいかないという判断で、前回交換した、サッシの、窓枠を作っていこうと思います。端材をね、うまく利用してですね、取り付けていっております。まずはたるき、イーニッサンですかね。イーニッサンじゃなかったかな、これはな。ちょっと細い木をですね、あてがって、プラス、OSB パネル短冊状に切ったやつをですね重ねて、窓枠の、上部と寸法を合わせてですね、そして、ビスで取り付けていきます。この辺もね、もう何回もやってきた、作業になりますんで、だいぶ慣れてきてですね、特に考えることもなく、やっております。このね卓上丸の子もですね、もうちょっとうまいように使いこなしたいんですけれども、単体で使うとですね非常に、やりづらいわけでございます。なぜかというと、長い木材を切るのに、例えばサブロック板1枚を切るとかいうのがですね、作業台が必要になってきてですね、高さを合わせなければならないということで、今度横手に4メーターの、例えばイーニッサンとかをですね、切るとなると横にも作業台が必要ということで、この卓上丸の子もちょっと今後ですね、OSB パネルが全部取り付け終わってですね、そして、塗装が終わってですね、その後に、きちんと作業台を作っていこうかななんて考えております。ということでね、
これね、上場の方はですね、ちょっと、イニさんのたるきがちょっと分厚いので、電動カンナで削ってですね、そして高さを調整しております。この辺はね、ちゃちゃっとできておりますので、まあまあいいんではないでしょうかね。まあ、天気の方もね、この後朝だけ雨を降って、まあ9時10時ぐらいには止むという天気予報になっておりますんでね。はい、ということで窓枠はちゃちゃっと終わらせまして、作業台の上をきれいに掃除してですね、そして、次にやっていこうというところでございます。もう最近はね、昨年の12月からこの DIY を始めまして、あと2ヶ月、もう10月も末ですから、あと1ヶ月ぐらいで1年が経ちますね。あっという間ですよね、ほんとね。そして作業して、動画の編集をしてですね、YouTube を上げるということで、今回で164回を迎えております。まああっという間でしたけどもね、編集の方も慣れてきて、うまく、ルーチンに入ってきたかなという形で、はい、これがね出来上がった窓枠となっております。まあそんな感じで、はい、それでは、こちらの窓枠を撤去して窓を塞ぎたいと思います。雨は少し止んできたのかな。これがね外側の西側の窓です。草を埋めたところ、ちょっと掘り返してみます。さあ、それでは草を埋めたところ、土に戻っているのでしょうか、検証いたしたいと思います。こんな感じでまだ、土には戻ってない感じですけども、
うちょっと、様子を見たいと思います。ただね、ボリュームはだいぶ減ったんで、これ山盛りだったんで、もうちょっと様子見たいと思います。はい、ということでね、ちょっと調べたらですね、9月の9日にこの雑草草をですね、埋めて、今10月25日なので、1ヶ月ちょっとですかね。はい、ということで、1ヶ月ちょっとで細かい草はね結構土に戻ってるんですけど、やはり回転式のハンディ草刈り機で買ったような、背の高い草、いわゆる茎が太い草ですかね。これはちょっとまだ残ってますね。はい、ということでね、また次回1ヶ月後ぐらいに掘ってみてみたいと思っております。ということで、映像はいよいよ、西側の窓枠サッシをですね、外していく作業となっております。サッシのビスを外してですね、そして外側のサイディングを少しカットして、そして外していこうというような、感じになっております。おっと、何ですかね、この封筒は。分かる人には分かるというような映像になっております。そしてサイディングをですね、マルチツールで切っていきます。この辺もね、もうだいぶ慣れてきましたんで、サクサクっとやっていこうと思います。ただね、この粉がですね、また全部風がですね、室内の方に吹いてるもんですから全部入っていっております。幸い雨降っていたのであまりね、空中に散ることはないんですが、また室内も真っ白となっております。もうやっぱね、人間っていうのはね、何回もやると慣れてくるもんですよね。はい、あまり考えずに、じゃんじゃん、躊躇なくですね、ボードを切ってっております。最初はね、ボードなんかね、切っていいものなのか、後で大変なことになるんではないかということでね、ビビりながらやっておりましたけど、意外とですね、分かってしまえば躊躇なくサイディングカットしております。特にね、やっぱね、この外回りっていうのはですね、雨漏りが心配なんですよね。はい、雨漏りし始めるとですね、もうどっから入ってきたか分かんなくなるんで、それだけは勘弁してほしいということで、あまり外回りは、触りたくなかったんですけども、もうだいぶやってきまして、ほぼほぼ雨漏りもありませんので、もう躊躇なく外してます。そしてやっとサッシが外れました。で、サッシ枠をね、ビスで外して分解してですね、このアルミはね、また高く売れますので、後で産廃業者の方に持っていこうと思います。そしてまるでこの額縁に入った絵のようにですね、素敵な景色が見えますが、そしてまたこの端材ですね、
端材を使って柱にしていきます。レオくん、おっと、誰か来たようですね。レオくん、レオくん誰でしょうかね。雨やんだね。ね。レオくん、どうも。おっと、毎度おなじみのレオくんでしたね。レオくんのおっちゃんとまた遊びに来てくれました。ということでね、しばらくちょっとくっちゃべって、そして帰ってきましたけれども、柱を立ててですね、そして、外に銅縁というものを流してですね、その前に防水シートを貼ってですね、そして、サイディングで塞いでいこうという形になります。でちょっとね、この間柱が、サイズが大きいんですよね、この間柱はね。ということで、ちょっと切りまして、柱と、幅に合うようにですね切りまして、そして、釘です。全自動釘打ち機ですね。で、打っていきますね。まるで額縁の絵のように素敵な景色でございますね。やっぱ芝生が緑と、芝生じゃないんですけどね、これ草なんですけどね、綺麗ですよね。はい、そしてこれが防水透湿シートっていうやつですね。これを貼って、一応その防水ですね、透水、をするということで、シートを貼っていきます。風が強いんでね、暴れちゃうんですけどね、このシートが、ちょっと引っ張りながらタッカーで打ってっております。はい、そしてうまく収まったので、この銅縁をですねカットしてですね、これもまた端材です。もともとあった銅縁の高さに合わせて、ビスを打っていきます。でこれね、2本真ん中センター2本打ったんですが、この後ですねサイディングを持って当ててみた時にですね、あれ下と上釘打てねえなということで、さらに銅縁を、上下ですね追加いたしまして、そして以前ですね、室内に貼ってあったサイディングですね、これを大量に捨てたわけでございますが、何かのタイミングで、必ず使うだろうという直感がいたしましてですね、10枚ほど綺麗な程度のいいサイディングだけを取って折ったわけでございますね。そしてまさかここで使うとは、考えもしませんでしたが、こ
これは全く計画通りではございませんが、結果オーライというやつでございます。そしてね、サイディングは、釘で打ち込んでいくんですね。はい、そしてここでやっぱり指をトンカチで打つということを何回もやっております。もうやっぱインパクトでドライバー電動ドリルでね慣れてしまうとですね、なかなかトンカチを持つことがなくなるので、釘を打つなんていうことがねなかなかなくなりますんで、たまに釘を打つとですね、指をトンカチで叩いてしまいます。煙すごいでしょう、このねサイディング切った時の煙が。そして、最後の1枚ね、あったということで、左右両脇をまずパッキンで埋めていきます。で上下はね動物が回ってるんで、バックアップ材はいらないんですけども、左右だけちょっと、バックアップ材を入れてですね、隙間を塞いでから最後の1枚を貼っていきます。この辺もね、前回もやりましたし、慣れてきましたんで、だいたいどのぐらい入れれば、コーキング足りるのかということでですね、分かってきました。はい、ちょっとね下かけましたけどね、はい、そんなことは気にしません。はい、このうちどれかで、親指をトンカチで打っております。だけどね、痛ーって大騒ぎすることはありません。ぐーっと我慢して、次の釘を打っているとですね、いつの間にか忘れて痛みもなくなります。ということでね、釘打ちも終わりまして、マスキングテープを貼っていっております。このマスキングも前回もやりましたし、窓枠ではないので、非常にやりやすいですね。ただ下ちょっとねサイディングかけてるんでね、適当にごまかそうと思っておりますが、そして、エアブローで粉を吹いてからですね、プライマーを塗っております。プライマーを塗るとですね、サイディングのような、粉が大量に出た場所にはですね、コーキング自体が、くっつかない可能性もあるということなので、1回プライマーというものを入れてですね、要は接着剤ですね、粉みたいなものを1回接着剤で固めてですね、そして、コーキングをしていくと。そうすると、くっついてですね、収まりもいいということでプライマーをやっております。プライマーってね、なんかいっぱいいろいろありますよね。塗装する前にもプライマーをやったり、あと何があったかな。塗装する前はシーラーか。何言ってんですかね俺ね。違いますね。これはプライマーですね。ということでわけわかんないことを言ってますが、コーキングをやっております。
そしてコーキングをやってからヘラでですね、ちょっと押し付けるようにですね、中に入り込むようにヘラで押し付けて、そして一気にスッと流すと、きれいにいきます。で、余ったねコーキングをヘラで、すくってたやつをですね、まだやってないところに、埋めまして、そして、コーキングをヘラですね、ヘラを当てていきます。まあこの辺はね、決して綺麗ではございません。この辺はですね、私は何回やっても、綺麗にできません。これだけは自信がありますね。コーキングは苦手でも、苦手でもやらなければならないのでやります。ということで、コーキングもほぼほぼ終わりになってまいりました。もうこの辺になるとですね、雨はほとんど、止んでですね、晴れはしないんですけども、曇りの天気ということで、雨は落ち着きました。ということで、コーキングが終わったので、乾く前にマスキングテープを剥がしていっております。ということでね、本日の作業は、以上となりますね。はい、ということで、こちらが本日の作業内容となっております。窓枠をね作って、そしてこちら西側の窓を埋めました。今度ね、ここも断熱材を貼らないといけないということで、まるっきりねサイディングの色が違いますけれども、まあまあ遠くから見るとまあいいんじゃないでしょうか。まあ最終的にここも塗ろうと思っておりますのでね、塗装しようと思ってます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、まずこちら側のサッシ、前回交換したところの窓枠を作りました。そして、こちら、もともと西面ですね、窓があったところをサッシ枠を全部撤去して、サイディングで塞ぎました。はい、ということで以上となります。たまちゃん何？たまちゃん何？間違ってる？そうなんです。すいません。中柱をですね、2本しか入れてないんですよね。はい。これ本当は3本入れなきゃいけないということで、はいもうご指摘はもう分かりました。すいません、本当に申し訳ない。俺のチョンボです。ミスです。はい。でもまあいいかなみたいな感じで、ちょっと断熱材の入り方はおかしくなりますけど、まあ構造上問題あるところでもないですし、はい。まあ文句言いたいのはごもっともでございますが、はい。まあいいんじゃないですかね。はい。ということで、こちらが失敗作となります。ということで、本日は以上となります。次回はですね、断熱材貼って、こちら側も南面も断熱材貼って、OSB パネルを貼っていきたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。
またサイディング切ったんで髪がボサボサです。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月